本当に手で家で研ぐように研ぐってことですね。実際今発泡してるタンクになるんですけど、はい。皆さんこんにちは。発酵人研究家の床美幸です。今日もご覧いただき誠にありがとうございます。北川本家の平井と申します。平井さんですね。はい。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず洗米の、作業から、はい、なんですけど、はい、こちらは手作業でやる、洗米になります。はい。私ども一番いいお酒ですね。一番高級な今 39% の精米の山田錦を使っているんですけど、そちらのお米を使うときは全て手作業で今洗米をしております。2人1組になりまして、はい、ここでザーッと。本当に手で家で研ぐように研ぐってことですね。で、あとはストップウォッチで時間を計って引き上げる。計量するはかりを置いてますので、はい、そこで何%吸ったっていうので、どんだけ吸水をしたのかっていうのを測ってで一応データとして保存するという形で、できるだけこういういいお酒に関しては、はい、データも取るために、はい、全て手作業でやって数字で抑えていくように、数字で話せるようにと思って、全て記録しております。米によって持ってる水分量というのが、違いますので、米ごとにその水分量を確認して、一定の吸水率になるように調整して時間を計っております。ここは蒸し米をするところですね。お米を蒸すところになります。まず洗米しまして、水を抜いて、でそのまま1日置きます。その後に翌日にこちらにお米を張って蒸していくという形になります。蒸し方としては、まず湿った蒸気を当てる工程があります。でそこでしっかり蒸してあげるという形です。この39% 精米の山田錦というのは米粒がかなり小さいので、すごく蒸し上がりづらいお米になっています。である程度時間を決めて、蒸し時間というのは決めてるんですけど、最終的には、蒸し米の香りですね、蒸気出てくる蒸気の香りで、判断して、蒸し上がりというのを確認しています。で最後奥の方ですけど、スーパーヒーターというものがあるんですけど、スーパーヒーター、はいはい、こちらで、一度蒸気を加熱しまして、はいはい、カラッとした蒸気を最後に、それを最後お米に当てることによって外側がちょっとこう硬くなると言いますか。でそれで、はい、お米を最後タンクに入れていくんですけど、そこで急に溶けないように最後してから、蒸し上げているという形になります。急に溶けますと、無駄な雑味とかがお酒に出てしまいますので、そうならないように、蒸し米を固くして仕込んでいるという形になります。次はですね、放冷機になりまして、蒸し米も100度ぐらいあって熱いので、それを冷ましていく工程になります。こちらではですね、はい、麹をこちらで作っております。麹の手作業での仕込みなんですけど、40度ぐらいで麹の室に中に入れまして、最終的に37度ぐらいまで冷やしてから麹菌を振りかけています。でその後ですね、水分を飛ばしていくんですけど、その水分量を一定量まで飛ばして、その後32度ぐらいで布にくるんで、あと1日置いてから、翌日ですね、盛り込みという作業に入っていくんですけど、
ここが一番重要なポイントとして、やっておりまして、温度で判断する場合もあるんですけど、だいたい34度ぐらいに温度がなってきたら盛り込みのタイミングかなというふうに思ってるんですけど、最終的にはその麹の回り具合、情報を見て判断して、温度だけにとらわれずに、作業しています。その後ですね、出麹といいまして、麹菌の生育を止める作業になってくるんですけど、ここで一番重要なのは、最終的には自分の味で麹をちょっと食べまして、自分の味で判断して、いい甘みが出てきた頃合いを見計らって麹を出麹しております。ここがお酒の味に関わる、責任重大なポイントなので、そこは必ず怠らないように確認しております。こちらで、その他にも仕込みですね、だいたい2トンぐらいまでの仕込みを、こちらのタンクでも行っているので、実際今発泡してるタンクになるんですけど、はい、もう泡が出てると思うんですけど、ボコボコ出てます。はい、これも来週ですね、絞る予定にしてる、先ほど全国新酒鑑評会の話をはったと思うんですけど、それに出品するお酒がこちらになります。仕込み終了してからなんですけど、日本酒って添え中止めっていう三段仕込みっていうのがありまして、徐々に入れていくお米とか水を増やしていくんですけど、最後に止め仕込みっていうのをしたら終わりなんです。そこが1日とスタートにしまして、28日ぐらいでだいたい平均したら絞ってます。こちらが最後ですね、最後といいますか、お酒を絞る工程になります。こちらで、お酒を、絞っていきます。これが一枚一枚ちょっと盤になってまして、この布でこしていくようなイメージです。盤の一枚一枚の間に、もろみが入るイメージですね。こしたやつが下から出てくる。なるほど。最後ここに酒粕が残る。やっぱ気をつけているのは、お酒の絞る布をですね、こちらを清潔に保つということを、一番意識しております。ここがお酒に匂いがついてしまいますと、そのままお酒に、ダイレクトに匂いがついてしまいまして、せっかくここまでいい状態で、作ってきたお酒が台無しになってしまう一番怖いところでもありますので、ここは一番気をつけて清潔に保つようにしております。この生酒をろ過しまして、瓶詰め火入れして、あと殺菌ですね。火入れ殺菌して、完成になります。で、できるだけ、早くお酒を冷まして、雑味が出ないように気をつけております。